どうも、ケイスケです。石田さんがいます。あと、あきやくんがいます。はい。今日はですね、ソニーの新製品の発表会ということで3つある、発表会じゃないか、体験会ということで3つあるんですけど、もうね、ここに並んでいて、ちょっとね、急がないと多分全部終わらないので、サクサクやっていきたいと思います。これが新しいやつか。確かにちっちゃい。で、これが6600ですね。6700。6700です。ごめんなさい。こ6600になります。っちが6600。はい。はい。今日めちゃめちゃ静かじゃない？この会場が。僕初めてなんですよ。あ、嘘？本当？多分体験会来たの。あ、嘘？初めて？初めておじゃあ、そうなんだ。だからいつもの感じが分からへんくて。石田さん初めてじゃないですよね。僕は2回目です。あ、2回目か。はい。じゃあ早速新しいレンズの方から。あ、いいっすね。はい、こんな感じです。ちなみにこれが G マスターレンズなんで、ちょっとやっぱコンパクトですね。今回の G レンズなんですけど、今回の G レンズはまあコンパクトになったよっていうのもそうだし、あとはマクロがいけるようになったっていうことで、いろいろ細かいところが変わってます。ちょっと先に試そうか。せっかくあそこにモデルさんがいらっしゃるんで、ちょっと一番今暇そうなタイミングなんで。はい、とりあえず試したんですけど、軽いかもしれない。軽いのと、あとやっぱね、めちゃめちゃ寄れるんで、マクロらへんもかなりいい感じですね。で、ちなみに僕はこれね、動画で使おうと思ってるんですよ。動画で使おうと思ってて、で、動画で使うっていう風になった時に、やっぱ7200が1本欲しくて、で、GM だとやっぱちょっと大きいんじゃないかなっていう1点で、このね F4 のレンズ使ってみたいと思ってます。ちょっとあっちにね、アキヤくんがいるんで、それを横目で撮っていきましょう。これ買うっすか？レンズ。それね、買おうと思ってる俺は。これ、あ、結構伸びるっすね。うん、結構伸びるんだよね。結構伸びるっすね、これ。動画で俺その70-200使ってみたくて、いやー。そうで、F2.8 の GM のレンズもいいなと思ってるんだけど、まあやっぱトラベルの方が多いから、コンパクトなの方がいいかなと思って、F4 いいなと思ってるところであります、私。まあ、手ブレ補正ついてますもんね。そう。でもね、手ブレ補正の感じと、オートフォーカスの感じはもう G マスターと一緒だった。あ、マジっすか？うん。中のユニット一緒なんだって。はい。夢の70-200ミリ自撮りなんですけど、あ、でも結構手ブレ補正が効いてるかもしれない。これが70-200ミリ自撮りです。手ブレ補正めっちゃすごくない？これも ZV-E1 と70-200ミリ新しいね F4 のレンズで撮ってます。あ、すごいかも。これ GM でも試してみようかな。ちなみに 70-200G マスターのレンズでも自撮りしております。これもね、中身のオートフォーカスの構造とか、あとはAF じゃない、手ブレ補正のユニットっていうのはもうほぼというか同じなので、70-200の F4 も F2.8 もどっちも同じ感じの手ブレ補正のはずです。いや、でもどっちも綺麗だな。違いが分からんここまでやってたら違いが分からんか。はい。でもすごく手ブレ補正効いてるので、今 ZV-E1 で撮ってるんですけど、その辺なんかね、普通に外をね動画で撮るときも良さそうですよね。よいしょ。いや、結構ねいい感じかもしれない。まあ割かし軽いのと、まあ若干ねこの伸びるっていうのがどうかっていうのは1個あるんだけど、まあでも結構ハーフマクロも、まあ、このぐらいまで、さっきのアキヤくんの目ぐらいまで寄れてるんで、まあ、全然動画の撮影の1個のね、アクセントとしても使えるんじゃないかなと思いました。まあ、ただ、僕が気になってるところで言うと2つで1個はGM のねレンズがめちゃくちゃオートフォーカスの精度いいらしいんですよ。でそれと肉薄してるのかっていうのが一つと、あとなんだっけ、値段が今回このレンズが25万前後らしくて、プラス5万ちょっとすると GM レンズ買えちゃうんですよね。でG マスターレンズの70-200の F2.8 が、まあ、大体プラス200、まあ、200、300ぐらいか、300g ぐらいなので、その重さを許容できるんだったら GM でもいいのかなと思ったりします。まあ、マクロの部分はなんかその寄れないけど、その分マクロフィルターとかね、使っちゃうとか、そういった手もあるのかなとは思います。ただ画質もかなり良くなってるんで、軽くなってるしなーって考えるとかなりいいっすよね。
ちょっと次行きましょう。ケイスケの動画。本題というかみんなが気になってるところで言うと、こちらででんとα6700ですね。僕実はあんまね事前情報見てないんですよね。でざっくりとは確認したんですけども、いっぱいあるな。あ、こっちが6600でこっちが6700ですね。6600と6700、あ、でも結構分厚くはなってるな。はい、こんな感じです。こっちが6700ですね。で6600はこれなんで、一回りって言い方あってるのか分かんないけど、ちょっと分厚くなっててバリアングルになりました。はい、でざっくりとスペック言うと、画素数が2600万画素で、4K の 120p、クロップされるけどまで撮れて、4K の 120p クロップされるけどそこまで動画も撮影ができて、で写真の性能もかなりいい感じと、でファインダーもついてるっていうので、写真も動画もやりたい人にはめちゃくちゃ良さそうなカメラになりました。スペックだけ簡単におさらいすると、FX30 っていうねシネマラインのカメラがあるんですけども、それと画素数とかあとは動画のね撮れるスペックとか基本的には一緒になるんですが、大きく違うところで言うと、このねファインダーがあるところと、デュアルスロットがシングルスロットになってるよというところ、あとはオートフォーカスが変わって、AI プロセッシングユニットっていうのが搭載されていますので、被写体の認識能力とかが上がってるって感じになりますね。で、前の α6000 シリーズからすると大きく変わってるところが、はい、ここの部分なんですけど、ここに前にダイヤルがつきました。でこれねフルサイズ機ではあったんですけど、ここにね F 値っていうのをこう指定できるので、F 値、シャッタースピードで ISO 感という感じで、各ダイヤルに細かくね自分が使う機能っていうのを搭載できるよっていうのが、今回の6600とかから大きく変わってるところかなと思います。でちなみに切り替えダイヤルですね、ここも大きく変わってて、これいいよな。これ写真動画 S&Q とここで切り替えられるようになっています。なんか α6000 シリーズというか APS-C 機ってこっちのね右手側に全部のメニューがあるのも結構いいですね。はい、ということで、今 α6700 に切り替えました。α6700 と、今使ってるレンズが 15mmF1.4 のレンズですねに切り替わりました。いやなんか普通にコンパクトでいいな。でやっぱすごくコンパクトなんで、なんかフルサイズの正直このね、こっちじゃないわ ZV-E1 とかの方が本体の重さだけでいうとちょっと軽いんですけども、やっぱレンズが軽い分 APS-C の方が軽く感じますね。これめっちゃいいですね。どれについてですか？6700 あ、そっか FX30 ですもんね。そうなんですよ。なんかその AI プロセッシングなんちゃらかんちゃら、はい、AI プロセッシングユニットこれがすごいなって思います。今違いました？今分かりました？モデルさんこう歩いてもらって後ろ向いたり、そういう動きしてたんですけど、それでもこう全然食いついてくれる感じが、S3 とかよりもそれは全然いいですね。そうなんだ。なんかあれですよね、その被写体認識の精度が良くなってるから、なんか顔が見えなくても体だけ入ってれば人間と認識してくれるってそうなんですよ。なんかことって言ってましたね。骨格認識みたいな感じになってて、なんか後頭部で振り向いてとかでも余裕なんですよね。後頭部認識してて目が入ったら目に行くみたいな、かなりなんか精度高くできてる感じで。なるほど。いや、いいご意見もらいました。すごい素敵なカメラで、いやちっちゃいのにこれ、そう軽いのいいっすね、やっぱポテンシャルめっちゃ高いですね。使いやすいし。確かに。大きく6700で変わったところでいうと、一つありまして、ラットが入れられるようになったんですよ。ユーザーラットで、このユーザーラットが入れられて、かつファインダーがついてるカメラって多分ソニーに今ないんですよね。この6700だけなんですよ。なんで写真も動画もやりたいよ、でも動画の方は自分のオリジナルの色味で表示したいよっていう時に、このね6700めちゃめちゃ輝くと思うんで、そこねいいっすよね。正直な話言うと、このね、スペックに対して、値段が21万円ぐらい。ややね、高い。そんなもんかなと思いつつ、他のね、例えば、富士フイルムとか、そのね、他のメーカーの、例えば S20 とか、あれ18万ぐらいで買えるんで、ほとんどの人はそっちのカメラでもって思うかもしれないんですけども、その分ソニーには、なんかその6400とか6600っていうラインナップがあるんで、その辺は、なんか有利なところなのかなと思います。ケイスケの動画。はい、ということで、結構6700もフィーリングはいいというか、手ブレ補正がめちゃめちゃ効くようになってるのと、やっぱ軽さっていうのが僕はめちゃくちゃいいなと思ってるところでありまして、
次の製品に移りたいと思うんですが、なんともうすでに新しいマイクを使っております。はい、実は今ねこれ使ってるのが ECM-M1 っていうマイクを使っていて、はい、こちらですね。こちらのマイク、なんとですね、ここの指向性が8個ぐらい変えれるんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8か。で、今まで僕が持ってたマイクだと、まあ、A 指向性、単一指向性、全指向性の3種類だったんですけど、それがかなり細かく変わるようになりました。はい。で、しかも僕結構推しなのが、ここね、これね、前後の音取ってそれを LR で分けられるんですよ。なんで、後で前の音だけ大きくするとか、後ろの音だけ大きくするっていうのもできるのが、これね、強みだなと思います。まあ、あとはね、この音質みたいな部分、まあ、今聞いていただいてると思うんですけど、それがどうかっていうところは若干気になるんですが、まあ、それが問題なければ、これは結構ありだなと思います。あとね、そうだ、思い出した。ちょっと持ってこう。これが、これだ。よいしょ。はい、こちらが僕のね ECM-B1M なんですけど、これね上のスイッチが A 指向性、単一指向性、全指向性で、スイッチ縦にね動かすタイプなんですよね。新しいマイクだとこういうね円形のタイプになってるんですよ。でね、ここをロックできるんですよ、こうやって。なんでカバンに入れてもここがねずれないっていうのがめちゃくちゃいいなと思いました。まあ、ただね逆に言うとこの、前の ECM-B1M の場合は前からね喋ってる時に今どの指向性かなっていうのを確認ができたんですけど、これだと、まあ、今どこにあるかが分かんないので、まあ、ちゃんと見てから指向性確認しなきゃいけないなっていう感じではあるんですが、ロックができるようになるのはかなりいいですね。高さも若干変わってて、うわ、長さは全然違うわ。めちゃめちゃ ECM-B1M ってこれ見ると長く感じますね。はい、ということで音声も収録してみます。今 ECM じゃない、ZV-E1 で ECM、M1 で A 指向性で撮影してます。いかがでしょうか。はい。で、そうすると周りの音もあんま聞こえないんですけど、これをねさらに超 A 指向性っていうのが今回追加されたんで、それにすると、はい、こんな感じになります。これね録音中も切り替えができるのがかなりいいなと思ってます。もちろんね前のECM-B1M とかも切り替えができました。はい。で ECM-B1M の方にも切り替えてみましょう。はい、これ ECM-B1M ですね。いかがでしょうか。今 A 指向性になってるはずです。はい、で今思ったんですけど、ECM-M1 新しいマイクの方だとこれ16ビットから24ビットっていう、まあ、より音割れしづらい形式でね録音もできるようになってました。でプラスあとバックアップっていうのも取れるようになってて、普段ね2チャン記録なんですけど4チャンで記録して、そのね後半の2チャンネルを、まあ、0デシベルとマイナス20デシベルでバックアップ取っておくっていうこともできるので、まあ、いざなんかちょっと音ね、割れちゃったっていう時にもバックアップが取れてるっていうのがこのね ECM-M1 かなり良さそうですね。まあややねお値段は高いなと 4.5 万ぐらいだったんでちょっと高いなと思ってはいるんですけど、僕買います。めちゃめちゃいい。あなたははいどうぞ。わからないですけど、はい、直感的な感想なんですけど、この背面ダイヤルが7マーク4と一緒っぽくて、いや一緒じゃないかな。そんな細かいところなんかねちょいね回りづらいですよ。あ、そういうことね。はい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 。なんかあるんだ。ちょっとね指痛なっちゃうんですよ僕。そんな細けいとこあるんだね。あるんですよ。7マーク4はねちょっと指痛くなるんだ。突っかかるんですよね。へえ。個人的にあんま分からなかったわ今まで。共感してくれる人結構多くて、へえの感じなのかな。まあ、確かに質感ちょっと7-4と似てるよね。似てるっすよね。うん。ケイスケの動画初。はい、ということで、戻ってきました。で全体通してなんですけども、まあ結構全部良かったね。まあ僕はね最初 70-200mm の F4 のレンズ買おうと思ったんですけども、どっちかというと6700とか、新しいマイクの方がフィーリングが良かったです。まあ、例えば新しいマイクだったら24ビット取れるようになったりとか、バックアップ取れるようになったりとか、あとは指向性もね結構いろいろ変えられるようになったりとか、結構今までのマイクと比べてもできること多くなってたんで、あれは相当ありだなと思います。まあ、ただ普通の使い方してる時にあんな指向性いっぱいいるかって言われるといらないので、まあ普通に使う分には他のねマイクの方が全然コスパいいと思うんですけども、
まあ僕みたいに今回このオーストラリア行っていろんなシーン全部あのマイクでやろうと思ったりするので、そういう場合は結構いいのかなと思います。まあ音も悪くないと思いますし、まあ6700に関しては僕もねちょっとありかなとは思ってるんですけど、言うて僕はねフルサイズのカメラをいっぱい持っちゃってるのでね、6000シリーズ持った方からしたらかなり色も変わってるし、写真も撮れるし動画も撮れるし 4K120p 撮れてユーザーラット入れれてオートフォーカスの精度も上がってもうモリモリでもういいことずくめだと思うんですけども、まあ、僕はフルサイズを持ってるんでどうかなと思ってるところではあります。あとは 7200mm なんですが、さっきも言った通り欲しいんだけどマクロもついてて、でかつ値段が25万で、7200mmGM2 が、まあ、30万ちょいで手に入るって考えると、まあ、6、7万の差なので、結構絶妙な価格だなとは思ってます。まあでも、僕が今回買うんだとしたら 7200mm とマイクかなと思ってますので、また届いたらその辺もしっかりとレビューしたいと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。今回の動画はこの辺にしたいと思っております。もっとね、ここが気になるよというものがあれば、ぜひね、コメントの方で教えてくれると嬉しいなと思います。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画がいいと思ってくれた方、高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。